ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。1960年代から1970年代頃を頂点として発達し、かつて日本の各地を走っていたブルトレをはじめとする夜行列車。皆様は夜行列車に対してどのような印象をお持ちでしょうか？実は日本の夜行列車は様々な要因が重なった結果、現在国内で定期列車として走る夜行列車は寝台特急サンライズ瀬戸、サンライズ出雲のみ。そのサンライズ瀬戸、出雲ですら廃止の噂が絶えず、いつまで走り続けるのかは未知数と言えるのが現実です。そして日本ほど夜行列車が衰退したわけではないですが、実は夜行列車が衰退しているのは日本以外の国でも同様。今でも夜行列車が多数見られるヨーロッパ諸国でも、実は夜行列車は縮小の一途をたどっていたのです。ところがここ近年、世界で夜行列車の復活を示唆する動きが活発化しており、日本でも夜行列車の復活を示唆するような動きがあります。どうして夜行列車は衰退し、そしてなぜ近年復活傾向にあるのでしょうか？今回は夜行列車の衰退原因と、近年夜行列車の復活の兆しがあることについて、どのような動きがあるのかなどを解説・考察します。それでは本編へどうぞ。夜行列車衰退の背景。はじめに、夜行列車がなぜ衰退したのかを簡単に見ていきます。まず夜行列車が衰退した背景としては、新幹線をはじめとした高速鉄道が各地で建設されており、長距離移動需要が当日中にできるようになったことがあります。例えば東京・大阪間は東海道新幹線の開業以前、1958年の時点では特急こだまで6時間50分も要しており、当日移動が可能とはいえ夜行列車の方が効率が良さそうです。しかし東海道新幹線が開業して50年が経過する2024年では、東京・新大阪間を最速2時間21分で結んでおり、平均2時間半程度でこの間を移動できます。これはヨーロッパ諸国など他の国でも同様であり、例えば国土の狭い韓国では KTX や SRT といった高速鉄道の発達により、2021年8月にチョルラ線の夜行列車が廃止されたことを最後に、韓国国内を走る夜行列車は実質的に消滅しました。もちろんヨーロッパでもそういった動きはあり、フランスの TGV やドイツの ICE などの高速鉄道網の拡大と、そういった高速鉄道が国際列車として多数の国へ直通することで、今でも夜行列車が多数走っているように見えるヨーロッパでも、実は夜行列車は縮小傾向が続いているのです。さらに比較的安価に宿泊できるビジネスホテルの発達と、それに関連した宿泊後に移動する方向へのシフトも、結果として夜行列車の衰退に拍車をかけました。交通機関としてはこの他に日本では夜行高速バスの発達、日本の他にアメリカの鉄道全体などにおいては、航空便の大衆化と増発といった事柄も関係します。そして航空便については比較的安価に利用が可能である、日本のピーチやジェットスタージャパンなどといった LCC の発達がそれにとどめを刺すようになりました。このほかここからは特に日本における事柄として、高速バスとの価格競争に敗れたことに加えて、客室のサービスレベル向上が1970年代で実質止まったこと、さらに国鉄の爆発で旅客会社だけで6社にも分割され、各 JR の間における運行の調整など国鉄爆発による支障、それに加えて夜間帯の保守時間を確保することや、運転するために深夜に乗務員を勤務させることや、駅員が深夜に駅を開けなければいけないことなど各従業員の負担軽減、それに日本でかなり普及した電車方式ではなく、機関車で客車を引っ張る形式の列車が夜行列車で多いこと、および機関車牽引列車が貨物列車以外で衰退したことに関連し、機関車の重たい重量が原因による機動負担の軽減、および免許は同じでも取り扱いが異なることなどによる乗務員に対する教育コストなども理由となります。その他全世界共通で求められる接客レベルの向上による客単価が悪くなるという観点のスペース効率の減少、ヨーロッパ諸国を中心に割引運賃が拡大したことによる客単価の悪化なども衰退の背景として挙げることができます。
実は世界中で夜行列車が復活傾向に。このように日本だけではなく、実は世界で衰退傾向にある夜行列車。しかしその夜行列車が近年になって再び、特にヨーロッパを中心として復活傾向にあるのです。それはどうしてでしょうか？ここからはヨーロッパでの事例をもとに、夜行列車が復活傾向にあることを紹介していきます。まずヨーロッパで夜行列車が復活傾向にある理由は、鉄道が環境負荷に優しい乗り物だとして再評価されていることにあります。鉄道は鉄のレールの上を鉄の車輪が走るという摩擦係数が比較的少ないという特性を持っていることが特徴です。その摩擦係数は鉄道の場合最大でも 0.15 程度であり、自動車がアスファルトの路面とゴムタイヤの間で得られる最大摩擦係数 0.9 程度よりもかなり少ないものとなります。摩擦係数が小さいことは転がり抵抗が少ないことであり、少ないエネルギーでより重たいものを走行できるということです。もちろん加速力を強くしたり急には止まれないだけでなく、急勾配にかなり弱いというデメリットこそありますが、こうした特性や比較的環境負荷の小さい電気を主な動力とすることから、ヨーロッパを中心に鉄道は環境に優しいとされているのです。しかもそれだけでなくインバータ制御の普及などにより、実は通勤電車においては50年前の電車と比較して今の電車は5割から7割ほどの電気で走行が可能。さらに他の交通機関と比較して大量輸送が可能であり、鉄道はより環境の優しい乗り物として君臨しているのです。またヨーロッパにおいては鉄道運行事業が日本と大きく異なり、1980年代以降は線路設備などの施設を保有する会社と列車を走らせる運行事業者が分けられていることも関連し、その列車運行事業者は同じ線路区間であっても複数の鉄道事業者が運行していることも多数ございます。日本でいう第二種鉄道事業者と第三種鉄道事業者の関係で、一つの第三種鉄道事業者が管理する路線に対して複数の第二種鉄道事業者が列車の運行を行うということです。なお第 N 種鉄道事業者というのは鉄道事業法によるもので、第1種が運行と施設保有を両方行う事業者、第3種が施設保有だけを行う事業者という扱いであり、第2種は第1種や第3種の鉄道事業者の施設を借りて列車の運行だけを行う事業者を指すものであり、日本では第1種の JR 各社の線路を使用する JR 貨物の多くの列車や、第1種の北総鉄道や第3種の各社の線路を借りて運行する京成の成田スカイアクセス線などが該当します。こういった運営方式の基本的な違いという事柄から、ヨーロッパではオープンアクセスという形にて老舗からベンチャーまで様々な企業が列車運行をしているのです。日本でもイギリス国鉄の民営化によって複数のエリアに分割されたイギリスの鉄道路線のうちの一部に対して運行に携わっており、2017年12月から2026年3月までの期間の間、オランダ鉄道傘下のアベリオ UK と日本の総合商社である三井物産と共同で、ウエストコーストメインラインをはじめとした一部の路線で、イギリス国内を走る列車の運行に JR 東日本が携わっております。ちなみにイギリスにはイギリスやヨーロッパ諸国のほか、香港でコンティや MTR と呼ばれる都市鉄道の運営をしている香港特別行政区政府傘下の MTR 社も手広く携わっており、方針として新規事業者の門戸を開いていることもあり、今後はイギリス国内で手広く運行に携わる可能性があるほか、他の国でも JR 東日本の手が広まることが期待されます。そしてそういった土壌がヨーロッパで普及していることは、ベンチャー企業だって鉄道ビジネスに携わりやすい環境にあり、夜行列車も実は復活しやすい環境にあるのです。それではここで一例として、ヨーロピアンスリーパーという企業の事例を紹介します。ヨーロピアンスリーパーはオランダで2021年1月、協同組合という形で設立されたベンチャー企業であり、夜行列車の運行を専門とした企業となります。この会社を立ち上げた人はエルマー・ファン・ブーレン氏とクリス・エンゲルスマン氏の2人でありますが、
実は彼らは幼い頃から鉄道が大好きだった元鉄道マン。要は2人とも筋金入りで生粋の鉄道オタク、つまり俺らということなのです。それと同時に彼らは夜行列車はビジネスチャンスだという趣旨の発言もしているのです。彼らによるとヨーロッパで夜行列車が衰退した背景は様々な列車の運行を行っていくような中で夜行列車に対して適切な設備投資をしてこなかったから。つまり車両の老朽化が進んでサービスレベルが悪化したことで旅客数が減少したから衰退していったという日本の夜行列車衰退にも通ずる要素が一部にあるのです。さらに彼らはグレタ氏の発言をきっかけとして旅行するなら持続可能な方法でなければならないと考える人が近年になって増えつつあるということと COVID-19 パンデミックを契機に世界中を飛び回るのではなくもっと地元の大陸内を旅行した方がいいのではないかと考える人が増えていることも夜行列車がビジネスチャンスにつながるのではないのかと会社を設立した理由に挙げております。このヨーロピアンスリーパーは2023年5月よりベルギーのブリュッセル南駅とドイツのベルリン中央駅の間で週3往復の夜行列車の運転を開始しております。さらにクラウドファンディング的な手法で資金を集め2024年9月からはなんと食堂車の連結も開始。2025年2月と3月には景観の美しいブレンナー峠を経由しドイツブリュッセルとイタリアベネチアを結ぶ食堂車付きの夜行列車を走らせるとしており2025年内にはオランダアムステルダムとスペインバルセロナの間でも夜行列車を走らせる予定とするなどまさに快進撃の成長を遂げているのです。このヨーロピアンスリーパーが運行する列車の車両については当初リニューアル済みの中古車を導入して使用していますが最終的には専用の新車を導入する計画となっておりメーカーと交渉を進めるなど準備も進めているようです。この他にもスウェーデンのスネルタゲットという企業はストックホルムとドイツのハンブルクやベルリンの間を結ぶ夜行列車を毎日走らせており非常に好調だといいます。さらにチェコのレギオジェットはプラハからスロバキア東部のコシツェという都市の間で夜行列車を毎日走らせこちらも低廉な価格と充実したサービスで好調だといいます。このように民間の列車運行会社が台頭する中で従来からある国有鉄道系の運行事業者は競合に負けて新興勢力に押されつつある状況がヨーロッパで続いております。その一方旧来の国有鉄道系の運行事業者も負けておりません。例えばヨーロッパで最大の夜行列車運行網を持ち日本ではドレミファインバータの機関車などで一部から知られる OBB ことオーストリア連邦鉄道。そんな OBB では夜行列車ナイトジェットに対して2023年10月より快適性の高い新型客車の導入を開始しました。ナイトジェットは日本の A 寝台に相当する寝台車、日本の B 寝台に相当する開放寝台のクシエット、座席車の3つのグレードがありますが、寝台車は個室ながら相部屋になることもある上、クシエットは2段または3段のベッドが1部屋に2つある形態で、こちらも同様に相部屋となる確率が高いものです。しかし新型客車では寝台車が2人用個室となったほか、特に注目すべき点はクシエットが3種類に分けられた点で、4人用個室のほか、カプセルホテルのような個室が2段積み重なったミニキャビン、そしてバリアフリー対応の3タイプとなったのです。この新型ナイトジェットは非常に注目度が高く、特に新型車両の個室寝台やミニキャビンは予約が取りづらく、列車自体も発売と同時に完売する事例が相次ぐほど。特にミニキャビンはスペース効率を最大限活かしながら、プライバシー性の高い個室寝台を最大限取れる構造で、夜行列車の復権に対して重要な鍵と言えそうです。日本での夜行列車復権はある？ 2016 年3月でカシオペアの一般運行が廃止されて以降、現在の定期寝台特急はサンライズ瀬戸出雲が残るのみの日本。そのサンライズ瀬戸出雲で使用される285系も登場から25年以上が経過したことによる老朽化や性能の問題で上野東京ラインの東京上野間について
勾配の問題で回送列車としての通過ですらできなさそうであり、東京駅到着後は必ず折り返さないといけない都合上、特に遅延発生時に取り扱いが面倒に見えるのが現実です。そのような現状からサンライズ瀬戸出雲ですら、今でも廃止の噂が絶えないという現状があり、日本での夜行列車は絶滅寸前の状況が続いております。しかしそのような中で実は2024年の現在、JR 西日本を中心に夜行列車のビジネスチャンスについて模索を伺っているような状況を伺うことができます。もしかすると今後は JR 西日本を中心として日本でも夜行列車が復活を遂げる可能性があるのです。では JR 西日本はどのような形で夜行列車の復活を模索しているのでしょうか。まず現状のサンライズ瀬戸出雲で用いられる285系ですが、指定席座席として販売されるのびのび座席を除き、全てプライバシー性の高い電子鍵付き個室寝台となっています。さらにのびのび座席を除いた全ての寝台個室には、乗客がカミソリやパソコン、スマートフォンなどの充電に使える電源用コンセントも一つずつ完備しております。ちなみにシングルデラックスのコンセントは最大 1500W まで許容と比較的容量の大きなものであり、ドライヤーや電子ケトルも定格内であれば利用できます。使いたい場合は念のため車掌さんの許可はもらった方がいいですが、そのような特性から近年サンライズ出雲を中心に再びサンライズ瀬戸出雲について人気が出ており、特に寝台は全室完売の状況となることも多いです。さらに6室だけある A 寝台シングルデラックスや4室だけある2人用個室のサンライズツインを中心として予約自体が相当困難となる事例も存在しており、これらの個室については腕の良い係員さんに十字打ちを依頼して取れるか取れないかの状況が続くプレミアチケットとなっています。そしてこのサンライズ瀬戸出雲で用いられる使用車両の285系は JR 西日本が主体で運用している車両です。JR 西日本ではサンライズ瀬戸出雲以外にも2015年まで大阪と札幌の間を結ぶ豪華寝台特急であるトワイライトエクスプレスを運行していた実績があるほか、2017年6月より運転を開始した豪華クルーズトレイントワイライトエクスプレス水風を現在運行しています。しかしそれ以外に2020年9月より新たな旅行需要を喚起するため117系近郊型電車を改造したウエストエクスプレス銀河の運行を開始。このウエストエクスプレス銀河のコンセプトは気軽に鉄道の旅を楽しめる列車、夜行列車としての運行も想定された客室となっており、実はこのウエストエクスプレス銀河という列車に今後の夜行列車復活の可能性があると見て取れます。ここからはそんなウエストエクスプレス銀河を見ながら日本での夜行列車の復活を模索してみましょう。ウエストエクスプレス銀河は湖西線などで使用された117系8両編成のうちの6両に対して JR 西日本を得意の魔改造を施して観光特急用車両として仕立てた車両を用いる列車です。この専用車両は117系7000番台と呼ばれるもので、向町駅近くの吹田総合車両諸京都支所に所属し、キト M117 編成という編成番号が与えられています。改造内容は車両の方向転換やパンタグラフの増設以外、接客設備という観点の改造が徹底的に加えられており、6両それぞれが違ったコンセプトの車内を持つ夜行列車としての使用も加味された車内に改装されました。車内の座席については主に6つのタイプに分けられ、1列 ×2 のグリーン車指定席、ファーストシート、暗証番号式鍵付きグリーン個室、プレミアルーム、2列 ×2 の普通車指定席、普通車指定席のレディースシート、合計7区画が設けられ1区画に2段ベッドが2つある、普通車指定席扱いののびのび座席、クシエット、家族で利用できるコンパートメント席、ファミリーキャビン、プラスしてでかい順に、郵政、明星、水星と名付けられた合計3カ所のフリースペースが設けられております。車内設備について簡単に紹介すると、ファーストシートは1号車に設けられているものであり、中高列車では1区画に対して2人対面のボックスシート、
夜行列車ではレースカーテンで仕切られた1区画1人の寝台となります。プレミアルームは6号車に5室あるグリーン個室で、1室につき中高列車では最大3名まで入室可能。夜行列車ではベッドが広げられ1室2名までの使用となります。個室の形を台形としたことが特徴となっており、一定のベッド面積に加えてレール方向に4メートルの長さが確保されています。ファミリーキャビンは3名から利用できる普通車個室席で、ベンチシートの座面はマットレスのように広げられることが特徴です。3号車に2室ありますが、夜行列車では1室のみの販売であり、もう1室はファミリーキャビン利用者だけが自由に利用できるフリースペースとしての開放となります。普通車指定席のリクライニングシートについては、3号車に20席と2号車に14席の36席が設けられ、2号車の一部は一部列車で女性専用席として提供されます。そしてクシエットは2号車に3区画、5号車に4区画の計7区画と、5号車に車椅子用席を兼ねた1段ベッド2つの区画1つの合計30席が設けられた普通車指定席です。1つの区画に枕木方向に並んだ2段ベッドが2つあり、実質的に4人用の半個室的なものとなっていますが、他の人との相席になるケースも多くなっています。285系のびのび座席と同じような扱いで提供され、各ベッドは頭が来る場所に対して下段はカーテン、上段は固定式の透明パーテーションで仕切られており、値段や扱いを考えたら比較的高め、なおかつ285系のびのび座席よりはグレードアップしたプライバシー性という問題もある程度も担保されています。そしてフリースペースは6号車乗務員室隣の水星、3号車の1号車寄りにあるデッキに設けられた明星、4号車1両をほぼ丸々使う優勢の3つがあり、水星は前面または最後部からの景色を堪能できる簡易的な椅子が2つほど設けられたスペースであり、明星はテーブルに囲まれた7つの丸椅子が設けられ、落ち着いた空間で静かにゆったりと過ごせるスペース。優勢は4つあるテーブル付きボックス席で食事や談義などを楽しめ、その他にも特産品を販売できるバーカウンター、イベントなどで使えるベンチなどがあります。ここまでウエストエクスプレス銀河という車両について、どんな電車なのかを簡単に見ていきました。ウエストエクスプレス銀河は多様なスタイルの座席、寝台を用意し、様々な需要に応えられるような車両に仕立てられています。その中で現代の夜行列車として用いるためには、プライバシー性の確保と電源コンセントの確保という要素が接客設備としては重要になると考えられます。このうち電源コンセントの確保という観点では、1人1つ以上の割合でコンセントが確保されており、この要素はクリアしているということができます。また車内についても清潔感があるものとされ、こちらもかつてのブルトレと比較したら十分と言えるでしょう。一方でプライバシー性という観点では、少し疑問が残る要素ももしかするとあるかもしれません。ウエストエクスプレス銀河では、プレミアルーム、ファミリーキャビンといった個室席を設けるだけでなく、ファーストシートの寝台使用時にはレースカーテンを取り付け、クシエットにパーテーションやカーテンを設置するなど、現代必要となるであろう最低限のプライバシー性を確保しております。ただしこれらは普通車やグリーン車の指定席扱いであり、プレミアルームやファミリーキャビンでは十分ですが、その他は寝台料金という追加料金を支払って運転する本番の寝台列車ではこれでもまだ足りないかもしれません。クシエットについてもカーテンやパーテーションでベッドごとに仕切れるようにされているなど、区画ごとでしか仕切れなかったかつてのブルトレと比較したら上出来ですが、それでも夜行列車で寝ると考えたら若干の不安があります。一方で285系のように7両中5両も2階建てとするのは、昨今必要な機器類の増大や車両性能の問題などで難しいようにも思えてくるのがまた現実。ウエストエクスプレス銀河は一つの最適解としても、本番の寝台列車で運転するとなった場合は、よりカーテンなどの仕切りを強化する必要があるほか、先ほど紹介した OBB ナイトジェットのミニキャビンのように、スペース効率を最大限活かしながらプライバシー性を確保する
285系のソロ以上シングル以下くらいの設備は必要かもしれません。その場合は鍵付きの大型荷物置き場も多分必須。ただし多様な設備を設けるという観点においてはウエストエクスプレス銀河は一つの最適解とも言うことができ、日本で夜行寝台列車を復活させるとなった場合や285系の後継車両をどうするかと考えることになった場合、一つの基準となりそうな車両ではございます。ところで夜行列車はどうしても人が寝るという都合上、どちらかの方向に長いスペースが必要となってしまい、加えてある程度ベッドの上の高さも確保する必要もあり、どうしてもスペース効率という面では悪くなります。スペース効率が悪いということは収益性にもつながり、実はサンライズ瀬戸出雲では完売になっても、列車単体では現状赤字運行になってしまうのだとか。行き帰りのどちらかで新幹線を利用してもらったり、駅中の施設などで物品を購入してもらうことなど、トータルで黒字になる考えで走らせていると考えられます。なのでただ単に夜行寝台列車を走らせるだけでは、当然ですが赤字での運転となってしまうことは避けられません。列車単体で黒字にするならより詰め込むか、それともべらぼうに高い値段設定をするかの2択であり、どちらも長期的な目線で考えたら現実的ではありません。そのためあくまでも目玉としての運転という考えで、行き帰りどちらかで新幹線を使ってもらったり、観光によってお金を落としてもらうなどといった他の要素と組み合わせたビジネスモデルの構築が必要で、そこには運行会社だけでなく沿線地域との協力によって沿線にある魅力的な観光地域の紹介を図ったり、沿線ゆかりの特産品を用いた飲食物やお土産など走行ルートにまつわる物品を下車駅や車内で販売するなど、プラスアルファの要素が必要ではと考えることができます。そうすることで地域へのリピーターを増やす、またお土産品として販売される飲食物などに魅力を感じてもらい、そういったお土産品などの販売数を増やしていく。一般的な観光列車としてもありがちな要素ですが、ここにプラスして乗車距離が長い夜行列車だからこそできるイベント要素なども付加して魅力度を高める必要がありそうです。ここからはウプ主が実際に乗車したウエストエクスプレス銀河の避難コース中高便での取り組みを紹介します。そもそもウエストエクスプレス銀河は週に往復ほど運転され、基本的に京都と出雲市を結ぶ出雲コース、大阪と下関を結ぶ山陽コースの2つのコースで運転されるほか、和歌山県や紀ノ国線沿線自治体が JR 西日本の和歌山支社に依頼して運行が開始されたものが避難コースで、こちらは2021年7月より運行が開始されております。ウエストエクスプレス銀河の避難コースは京都と新宮の間で走り、往路の京都発新宮行きが夜行便として、復路の新宮発京都行きが中高便として運転されます。避難コースの復路では4号車のカウンタースペースを利用し、主に紀ノ国線内の区間で和歌山県のさまざまな特産品およびウエストエクスプレス銀河と沿線自治体がコラボしたさまざまな魅力的なお土産を販売しており、お土産の販売業者についても1社がずっと販売するのではなく、数度ほど業者を入れ替えながら販売しておりました。さらに車内で特産品や手土産を販売するだけでなく、長時間停車を実施する駅では客扱いをするだけでなく、乗客が駅で地域の特産品を購入できるイベントも開催。それだけでなく予約制で昼食や夕食のお弁当も販売し、夜行便では夜食として冷やし和歌山ラーメンを予約制で提供し、さらにウエストエクスプレス銀河の乗車客限定にて、予約不要で王道の温かい和歌山ラーメンを購入でき、そういった夜泣きラーメンを車内ですすることができるなど、まさに地域一体で盛り上げようとする動きが見られ、ここに国土が比較的小さい日本における今後の夜行列車復活のヒントがあると見ることができるのではないでしょうか。この他にも特定日とはなるのですが、車内にて積極的な観光案内やクイズ大会なども実施することもあります。避難コースでは和歌山市内に所在する国立大学である和歌山大学の学生有志が手掛ける紀ノ国線活性化プロジェクト、略して紀ノ活のメンバーによって実施されており、車内にて車窓から海が見える区間、大まかな時刻や
途中すれ違う特急黒潮号の時間などが掲載された日野勝特製の限定版海エルマップが配布されているほか、一部特定日で日野勝所属の話題生が実際に車内に乗り込み、車内にて海エルマップデスクという観光案内を実施。さらに車内で和歌山県や海エルマップに関するクイズ、ビンゴ大会銀河でビンゴを開催の上で、乗客により和歌山県の魅力を知ってもらう施策を実施しております。特にクイズ大会や観光案内の施策は長時間走行することになるウエストエクスプレス銀河という列車だからこそできるものと言えます。もちろんダイヤ設定や接客設備も重要ですが、こういう施策を通じて乗客の購買意欲をかきたてることは今後の夜行列車の展開で重要な要素と言えるのではないでしょうか。ちなみにウプ主が実際に乗車した避難コースは2024年分は9月25日まで運転がされているため、よろしければぜひ皆様もご乗車なさってください。ところで JR 西日本が積極的に模索を始めている日本で衰退した夜行列車の復活に関する模索。実は JR 西日本以外の事業者でも模索の動きがあり、最後に JR 東日本の動向や模索を紹介していきます。 JR 東日本では上野札幌間の寝台特急カシオペアが2016年3月の北海道新幹線開業を機に廃止されたのを最後に、一般に乗車可能な夜行列車の運転をほぼ終了しており、その後も東京と大垣の間で夜行臨時快速列車ムーンライトながらをごくわずかに JR 東海と共同で運転しておりましたが、それも2020年3月を最後に運転が終了となりました。しかしカシオペアの車両である E26 系はその後も残存し、カシオペアクルーズやカシオペア機構という形でツアー列車で使用し、さらに2017年5月からは新たに豪華クルーズトレイントランスイート四季島の運転を始めております。しかしカシオペア機構も四季島も乗車料金は高額で6桁万円から7桁万円程度の費用が必要となるなど、乗車ハードルがかなり高いものとなっているのが現実。そこで JR 東日本ではそれよりも安価となる2万円台程度からの比較的リーズナブルな価格で参加できるツアー形式の夜行団体臨時列車を旅行会社を介して実施し、それらについては波動用の座席車両で人気の高い185系やハイブレードの E655 系などを使用して運転を実施しております。2020年代になってから JR 東日本ではビューを介してこういった旅行商品を複数回展開しており、アンケートでは夜行列車に関する項目もあるなど、実は JR 東日本でも夜行列車に対する収益性の動向などを確認する様子が伺うことができるのです。そしてそれらのツアー列車での動向を踏まえてか、2024年に入ってからは夏の信州観光キャンペーンの一環で夜行臨時特急アルプスの運転を特定日に開始。特急アルプスは新宿から白馬までの片道のみ、普段東海道線の特急踊り子号などで使用する E257 系2000番台9両編成を用いて運転されており、 JR としては単なる夜行特急列車として運転しながらも、松本で接続するアルピコ交通上高地線がこの列車の運転に合わせて接続する松本発新島島行きの臨時快速列車を運転しているほか、白馬からは栂池高原や猿倉荘などへと向かう。同様にこの列車の運転に合わせて接続する臨時バスの運行があり、そういった事柄からこの列車も地域との連携が伺えます。かつての急行アルプスや快速ムーンライト信州がそうであるように、この列車も早朝から登山をする乗客のための列車として運転されているのです。この他にも JR 東日本では2023年から上諏訪から新宿へ向けて毎年夏の諏訪湖花火大会の開催日に合わせて運転する臨時特急の諏訪湖花火大会号を花火大会の帰りに合わせ、夜通しで夜行列車という形にて運転をするなど、中央線方面を中心に夜行列車の模索状態が今も続いています。なお接続交通機関の運転という事柄については、先ほど紹介した JR 西日本のウエストエクスプレス銀河でも実施しており、避難コースではウエストエクスプレス銀河が串本駅に到着する時間に合わせ、串本観光周遊バスマブトル号を臨時運行しており、
約850メートルにわたり直線上に大小の奇岩が並び立つことが魅力の国の天然記念物である橋杭岩の近くまでアクセスすることができます。このように島国であり国土の狭く運行距離も短くなりがちな日本で、衰退した夜行列車を再び復活するに際しては、最新の水準に合わせた快適な車内設備を導入するだけではダメで、もちろんそちらについても必須ではあるかもしれませんが、それ以上に観光案内、名所紹介や特産物、記念グッズの販売や他の交通機関との接続の連携などといった鉄道運賃だけに頼らないよりワイドな視点を持つことが日本における夜行列車の復活につながると言えるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、実は世界中で衰退中の夜行列車が復活傾向にあることと、日本ではどのように夜行列車の復活が模索されているのかについて、そもそも夜行列車が衰退した理由は、新幹線をはじめとする高速鉄道の台頭や飛行機の大衆化、ビジネスホテルの普及といった一般的な事柄だけでなく、車両の置き換えやリニューアルなどが進まなかった結果、車内設備のサービスレベルが時代遅れとなってしまったことが大きく関係すると考えられること。ヨーロッパでは鉄道が環境に良い乗り物であると見直されており、それに関連して夜行列車の復活を模索する動きが活発化しており、ヨーロピアンスリーパーという元鉄オタの鉄道マンが立ち上げた夜行列車専門のベンチャー企業の台頭などがその代表例と言えること。日本ではサンライズ瀬戸出雲以外定期夜行列車が全滅したが、ウエストエクスプレス銀河を運行するなど JR 西日本を中心に夜行列車の復活を模索する企業があること。国土の狭い日本で夜行列車を復活させるには列車単体だけでのビジネスモデルを構築することは難しいと考えられ、乗車時間が長時間渡ることを夜行列車という特性を生かした土産販売や観光振興、接続する他の地域交通機関との連携など、沿線地域と一体した取り組みもセットで展開するなど、日本での復活には接客設備関連の事柄といったヨーロッパでの取り組み以上の何かが必要であるということなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。